ワールドラバーで大ヒット、リピーターが続出、レシーブが楽しい、究極のチャンスメイクラバー、アポロ5超極薄。入れる。皆さん CM で使ってる。上がるから。おお。いいね。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケターグッチーとですね、今日は下川さん来てくれました。いつもありがとうございます。お願いします。今日はですね、下川さんのシダじゃなくて、いつもなんかシダをお願いしたりとか、技術でやってもらってるんですけど、今日はですね、ちょっと私のちょっとシダにちょっと付き合っていただけたらなと思います。はい、すみません、よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと非常に興味深いラバーが来てまして、このロッキのロクストン9っていうラバーですね。こちらですね。ロクストンの9ですね。国用っていう、粘着性のラバーなんですが、こういう感じですね。黒面の方に貼ってあるんですけど、以前ロクストン3ですねをこう使った時に、かなりロクストン3評判がおかげさまで結構いい感じで、このロッキのラバーというのはかなりいいラバーという感じだったんですけど、それが今回がこの9がなんかプロ仕様っぽいような感じのタイプですね。これは私は硬い粘着ラバーが普段好きなので、銀河の金星2ブルーとか、あと木星2ブルーとかを使ってるんですけど、そこら辺を普段使ってる私からしてこのラバーがどうなのか、すごく気になるので、このロッキでこのだけ硬くてなんか引っかかり系で飛ばないタイプ、もうなんかタイプなんで、すごくちょっとシダが楽しみですね。はい。で今回こちらのラケット、和の極み青ですね、5枚合板にこちらの黒面の方でロクストン9を貼っています。はい、こちらですね、黒スポンジは一番厚いやつですね。はい。じゃあこちらで私の方シダしていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。だいぶ遅いですね。遅く補線が出る感じです。だいぶ粘着ラバーらしい、遅いやらしい方が違ってます。じゃあちょっとドライブしてみます。じゃあ下がってドライブしてみます。下がった。うお、持ちすぎ。下がったらいいかも。意外と上に上がるから。もっと広いと。おお、いいね。なんかすごい補線がとにかく出ますね。いいな。いいっすね。山がすごいですね。回転がかなりかかりますね。めっちゃ回転強いですよ。めっちゃかかる。ボールは遅い。ボールは遅いですけど回転がかなりかかりますね。じゃあ、前でちょっとドライブ打ちます。意外とボール軽いな。後ろからの方が。球持ちが長くて安定しますね。すごい上に上がるんで、めっちゃ寝かせて入るぐらいですね。めっちゃかぶせて打ってもだいぶ打ちやすいですね。だ速さはそんなないですね、やっぱ。はい。速さないです。後ろから打たれた方が怖いですね。ああ、なるほど。そうなんですよ。後ろの方がグッてなる。グリップがくる感じがして。ちょっと軌道変化するかな。ちょっと軌道ちょっといやらしい。そうですね。いやらしい。
短い。うわやばい。3も短く。お、ある。量はある。よし。これ早くない。まあまループからのラリータイプかもしれないですね。そうですね。 3球目で。まあ打てますけど、打とうとしたら強く。でもボールその走んないですよ、これは。でその分なんか回転の方に寄っている感じがあります。こっちだ。うわっ、くっついて。やばっ。わあ、今球のつかみが長いですね。あ、ストップします。どうだ。ビタめっちゃ止まります。はい、大丈夫、やりやすすぎますね。止まるな。やばいですね。上が逆すみですね。マジでピタピタって失速しますね。大丈夫。いい。めっちゃ切れて止まる。どうだ。止まります。ちょっとつつきしてみていいですか。パイプのこれ。普通につつくと浅くなるですね。飛ばないから。浅い。触れる。めっちゃつっつき切れる。いや、飛ばないから自信を持ってつっつきガンって切っていいです。でちょうどいい。やっこの質はないと思った。この質は超えてます。決まったコースでこれだけだから。これもマラン超えてる。触れる。この質はないと思った。これ打てます？いいですよ。もう上げに来てください。わかりました。分かってる同士だったら。まあね、分かってる同士だったら上がっちゃうんですけど。いやでもこれデスりすぎて。そう、軌道がね、低すぎて。いつもシールですかっていうの。えぐ。これも切れ味じゃないかな。シールですかっていうの。真ん中に打ちます。そう。おお、伸びる。いい軌道が。こっちのトップスピンを捕まえられてる。ビグリックスなんだけど。持ってかれてる。上書きされてる。ビグリックスのパワーを上書きできる。使われてる。ごめんなさい。よし、強上がる。いいか。おい。さすが国オーダー相手。
変な硬い。あ、いい、くっついてる。あ、いい、くっついてる。おーいおーい、ありありがとうございました。がとうございました。いや、実際、はいまあ、ちょっと私、打って、ちょっと感動しました。ボールが遅くて、遅くて、球持ちが本当に長くて、すっごい回転重視の、なんていうんですかね、ドライブで粘りまくれる、ドライブ、後ろ下がったところからの、パワーじゃなくて回転重視の弧線の描くドライブがすごくやりやすいと感じました。ずっと弧線描けるんで、なんか相手の人がどんだけいい振り回しとかいいボールで返されても、打ってきてとしても、それをこう苦し紛れの球とかこう後ろ下がった時とかのこれが全部上がるんですよ。全部入るみたいな。でしかも粘着のちょっといやらしいなんですかね、ちょっと山なりで遅いちょっと伸びたり沈んだりするような軌道がちょっと出たりとかしているような感じがして、自分は結構この粘着はちょっとガチでちょっと試合で使ってみたいって思いました。はい、下川さんどうですか、実際受けてみて。そうですね、まあ、受け手としては、いっぱいあったと思うんですけど、まあザ中国選手のボールっていうようなボールが結構出てたかなというふうに思いますね。まあ、私自身も中国人の留学生選手と何名かやったことありますけど、やっぱりこう前ですごい速い球っていうよりかは少し距離取って、まあ割とトップ層になればこっちもできますけど、そうですね、ちょっと距離取ってとかカウンターとか、でサーブきっちりコントロールされてっていう、そういうのがすごく出せてるラバーなんじゃないかなというふうに思ったので、まあ、前のなんですかね、普通のロングボールを打つ分には、まあ、そんな大したボールはなかったんですけど、それ以外のボールに関してはすごく中国選手っぽい球だったり、その似た感じの質っていうのが出てたかなと思うんで、やっぱりこう日本人っぽくないやりづらさっていうのはすごくあったのかなというふうに思います。ありがとうございます。なんか自分もいろんな硬い粘着ラバー使ってきて、金星あるじゃないですか。金星ツーブルがやっぱ硬い粘着で飛びがあって回転量が高いっていう感じになってるんですけど、でそれがそのような打球感にちょっと近くて、でちょっとだけ柔らかいんですけど、で飛びが抑えられて、その分なんかさらに回転がもっと強くかけやすくなってるような感じで、本当中国空ラバーのいやらしいボールがやっぱなんか金星よりも出るかなっていう印象がありました。もっと遅く古線っていう感じになるんで、これは粘着ラバー使ってて、でボールなんですかね、最近やっぱ飛ぶ粘着が流行ってたりとかもするんですけど、それがやっぱちょっと扱えない人とか、粘着のいやらしさをちょっと探してるんだけどないなと思ってる方はこれいいかもしれないですね。このロクス9は結構粘着のいやらしいボールがもうかなり出る感じがします。はい、サーブとかレシーブとかもすごくやっぱ止まるんで、ボールが思ったより。なのでサーブも飛ばない、振った割に失速して切れるみたいな。でレツつきとかストップもスイングの割に多分止まって切れてるっていう状態が結構出てるんで、多分下川さん多分タイムラグの差がなかったやりづらいってずっと言ってたじゃないですか。で多分強打も思ったより遅いんですよ。バンって打ってる割には後からなんか飛んでくるみたいな感じ。だからタイミングでドライブの後ろからの中陣からのドライブも思ってる遅く来て、ちょっとアーチ高めで遅めに来るみたいな感じで、ちょっとタイミングも結構取りづらそうなことはずっと言われてたんで、なのでそういうサーブレシーブとかの粘着のいやらしさを生かしたい方とか、ドライブで粘着らしい粘りを使いたい方とかには多分合いそうな感じがします。ちょっと私もちょっと今回初めて使ったので、ちょっとこれは試合で一回ちょっと検証してみたいなと思いました。はい、またそれはですね、追ってまた2回目の動画どういう動画になるかわかんないんですけど、また紹介できればなと思います。はい、ということで、皆さんこのロクスト9、よかったら使ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。
海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。